エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はペンタブメーカーユージーのパソコンなしでお絵描きできる Android タブレットワンドローイングパッドをレビューします。デジタルでお絵描きするときはパソコンや iPad と一緒に別売りのペンタブや Apple Pencil も買わないといけなくて iPad Pro やパソコンだとだいたい15万円以上、一番安い普通の iPad でも7万5千円くらいかかりますが、このタブレットは画面が紙のような見た目になるペーパーモードやお絵描き用のペン、手袋、ケースなどが全部ついて、なんと4万円台から購入できるお財布にとても優しいお絵描きタブレットになります。安いタブレットは性能が低くてアプリの動きが遅かったり使いにくいこともありますが、このタブレットは Android のバージョンがちゃんと新しくて安いけど性能はそんなに低くないみたいなので、今回は実際にいろんなアプリを使ったりお絵描きしてみて使い心地を詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。ワンドローイングパッドは普通サイズの UT2 と大画面の UT3 が選べるので、それぞれの違いも比較しつつレビューしてみます。UG のペンタブは今回初めて使いますが、初心者向けの低価格なペンタブが得意なメーカーさんのようです。付属品は説明書、保証書、充電用のアダプターとケーブル、お絵描き用の手袋にスタイラスペンと返信が入っていました。ケースは別の箱に入っています。UT2 の方には SDカードを取り外すピンと旅行にも持っていけるようにいろんな国のプラグもついています。本体はグレーのアルミ製で安いけど作りはしっかりしています。画面サイズは UT2 が 10.3 インチで UT3 が 14.2 インチです。画面の質感がお絵描き用の液タブみたいに非光沢でサラサラしているので映り込みが少なくてペンの描き心地も良くなっています。最近は iPad でも同じようなナノテクスチャーガラスを選べますが 1TB 以上のプロ限定で33万円くらいするので、お絵描きしやすい非光沢のタブレットが安く買えるのは嬉しいです。普通の画面よりサラサラしていて指が引っかかる感じが少ないのでタッチ操作もしやすそうです。本体のデザインは UT2 が上の方にロゴのパターンがあるポップな感じで UT3 の方はシンプルで落ち着いた感じになっています。カメラが前後についていてお絵描き用の資料を撮影したりビデオ通話にも対応しています。重さは UT2 が 466g、UT3 が 760g で UT3 は画面が大きい分少し重めです。タブレットの性能は UT3 の方が高くなっていてスピーカーが4つついていて音が大きかったりストレージ容量が多かったり画面を紙のような見た目に変えられるボタンがついていますが、イヤホンジャックや SD カードスロットは UT2 の方にしかついていません。スタイラスペンは黒くてマットな質感の細いペンがついています。充電式だけど軽くて持ちやすいです。ペンの形が少し違っていて UT2 はペンの頭にボタンがついているけど UT3 はペンの横にボタンがついています。 UT2 はペンの頭の方で書くと消しゴムツールになるようです。ペンはケーブルで充電するタイプで一度の充電で130時間くらい使えるのでそんなに頻繁に充電しなくても良さそうです。形が Apple Pencil と似ていてグリップをそのままつけられたので細いペンが苦手な人はグリップをつけると良さそうです。ペンは iPad みたいに磁石で本体にくっつかないけどケースに収納できるところがあるのでペンが行方不明になりにくいのは助かります。ケースの形が結構違っていて UT2 の方は全体を覆うようなケースで UT3 の方は側面が見えるケースになっています。どちらも蓋の開け閉めで画面をオンオフできたり画面に角度をつけられます。絵を描く時の角度は固定なのでもう少し角度をつけたい人は別売りのタブレットスタンドを使うと良さそうです。それでは実際に使ってみます。起動した時のアニメが凝ってて可愛いです。ロック解除は UT2 がパスコードで UT3 は顔認証に対応しています。安いタブレットは画面の発色があまり良くないこともありますが、このタブレットは色域が sRGB100% 相当で液タブほどじゃないけど発色は綺麗な方だと思います。解像度も高めで液晶のドットがほとんど見えないので小さな文字もくっきり読みやすいです。ただアンチグレアの画面は映り込みが少ない代わりに画面が少し白っぽい感じに見えることがあるので描いた絵を別の画面で見ると思ったより色が濃く見えることがあります。なので絵を描くときはたまにスマホとか別の画面で確認するとイメージ通りに描けると思います。タブレットの性能は UT3 の方が高くなっていてペンを浮かせるとカーソルが表示されるホバー機能がついていたり画面をダブルタップでスリープ解除できたり画面の見た目を紙っぽく変えられたり UT3 の方が高性能になっているの
ので iPad で例えると UT2 が普通の iPad で UT3 が iPad Pro みたいな感じだと思います。UT3 は右上のボタンを押すと画面を電子ペーパーのような見た目に変えられて、紙を見ているような感覚で電子書籍を読めたり、モノクロで動画を見たり、絵を描いたりできて面白いです。元が普通の液晶なので本物の電子ペーパーとは少し違うけど、明るさや色が控えめになって目が疲れにくいので意外に便利な機能です。プロセッサーの性能はどちらも同じくらいで、画質を落とせば 3D ゲームも遊べるくらいの性能があって、 SNS や動画を見たりネットで調べ物をするくらいなら処理落ちせずにサクサク動くので、普段使いのタブレットとしてもちゃんと使えそうです。安いタブレットは性能が低かったり Android のバージョンが古くて使いにくいこともありますが、ちゃんと Android のバージョンが新しくて普通のタブレットとしても使いやすいのはいいと思います。ストレージは UT2 が 128GB で UT3 は 256GB あるので、すぐに容量不足で困ることはなさそうです。UT2 の方が容量が少ないけど SD カードが使えるので、足りない時は SD カードで容量を増やすと良さそうです。UT3 は画面やスピーカーの音が UT2 よりも大きくて綺麗なので、電子書籍や動画を大きい画面で見たい人に向いていそうです。分割画面モードでお絵かきアプリの隣に資料アプリを出したり、複数のアプリを同時に使いたい人も UT3 の方が使いやすそうです。ただ UT3 は大きくて重たいので、家でじっくり使う人向けで気軽に持ち運びたい人は UT2 の方が良さそうです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。ペアリングは不要で、ペンのボタンを押すとすぐに書き始められます。お絵かきアプリも IBIS ペイントとメディバンペイントが最初から入ってて、難しい設定をしなくてもすぐにお絵かきできるし、もちろん自分の好きなアプリも入れられます。ペンに筆圧感知と傾き検知がついているので、ペンを押さえる筆圧や傾きを変えると本物の筆みたいに線の太さや色の濃さを変えられて、普通のタッチペンよりもお絵かきしやすくなっています。ペン先が細めで線が見やすいので、線を引いたり繋いだりもしやすいです。ペン先の沈み込みもほとんどありません。画面がフルラミネーションで奥にへこんでいないので、視差が少なくてカーソルのズレも気にならないです。UT3 の方はホバー機能付きで、ペン先の位置にカーソルが表示されるので、どのボタンを押そうとしているのか分かりやすいです。ペンを画面の端に持っていくとカーソルが少しずれるけど、ちゃんとペンで触れたところが反応するので、端の方のボタンも間違えずに押せました。UT3 はタブレットの設定でカーソルの位置を調整したり消したりできますが、 UT2 はペンの設定が見当たらないので、 UT2 でペン先と線がずれて見えるときはお絵かきアプリの方で調整する感じになります。パームリジェクションはついていますが、ペンを使用中に画面に手が当たるとたまに誤作動して線が描かれることがあるので、気になる人は付属の手袋を使うかタッチ操作をオフにすると良さそうです。本荷重はお絵かき用の液タブみたいに軽くないので、ペンを置いただけだと反応しなかったり、筆圧をかけずに書くとたまに線が途切れることがありますが、筆圧感知の精度は結構いい感じで、筆圧をシュッと抜いた時の線は綺麗に出ていると思います。電源式のペンでよくある線をゆっくり斜めに引いた時に線がなみなみするジッターはそれぞれこんな感じで、 UT3 より UT2 の方が少ない気がします。 UG はジッターが少ない充電不要のペンも出しているので、そのペンが使えないのは少しもったいない気がします。 Android タブレットはお絵かきアプリによって書き心地に差があるので、今回はいろんなお絵かきアプリで書き心地をチェックしてみました。 Android の IBIS ペイントは iPad 版と比べると少し遅延がありますが、フリップスタジオやスケッチブックは遅延があまり気にならないので、ちゃんとお絵かきに使えるくらいの性能はありそうです。性能は価格相応ですごく高くはないので、処理の重い筆を使った時に高性能な iPad Pro やパソコンと比べると少し線が遅れて描かれる感じがあるので、高性能なペンタブに慣れている人は少し気になるかもしれませんが、個人的に絵が描けないほどではないので、慣れれば気にならないと思います。筆圧感知や傾き検知の動きがお絵かきアプリによって結構違っていて、最初から入っているメディバンペイントは設定を変えないと筆圧感知しなかったり、筆圧ペンを使用
動するにチェックしても他のアプリより筆圧を強めに書かないと線が濃く出ませんでした。あとパームリジェクションを有効にするもチェックしないと手が当たるところに点がたくさん書かれるので最初に設定をおすすめします。後から自分で入れたクリップスタジオやスケッチブックは筆圧感知や傾き検知の動きが自然でペンの筆圧や傾きでペンの太さや濃さを思い通りに変えられました。クリップスタジオで 3D モデルをたくさん置いても結構サクサク動くので安いけどちゃんとイラストを描ける性能はあると思います。別売りのタブメイトやテンキーもちゃんと使えました。片手デバイスを使うとお絵かきアプリを手元で操作できて画面に表示するボタンも減らせるのでおすすめです。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながらこのタブレットのいいところ、気になるところを話します。今回は最初から入っているアイビスペイントを使います。せっかく2台あるので2人組のイラストで左の子を UT2、右の子を UT3 で描いてみたいと思います。いいところ1つ目は安いのに付属品が充実しているところです。パソコンや iPad はそのままだとお絵かきできなくて別売りのペンを買ったりケースやフィルムをつけたりお絵かきするためにいろいろ買い足さないといけませんが、このタブレットはお絵かきに必要なものが最初から全部ついててすぐにお絵かきできるのが良かったです。いいところ2つ目はちゃんと普通のタブレットとしても使えるところです。安いタブレットは性能が低くてアプリの動きが遅かったり使えるアプリが少なかったり使いにくいこともありますが、よほど重たいゲームとかをやらなければ結構サクサク使えるのでお絵かきだけじゃなくちゃんと普段使いもできそうなのが良かったです。メモリも iPad と同じくらいあるのでお絵かきの途中でアプリが止まったりすることもなかったです。メモリが多い方がお絵かきアプリでたくさんレイヤーを使ってもアプリが止まりにくくなりますが、パソコンみたいにメモリが多くないのでレイヤーをたくさん使う漫画や動画編集などには向かないと思います。画面の発熱は普通の明るさでイラストを1枚描いた限りでは特に気にならなかったです。バッテリー持ちも良くて 6,7 時間くらい使えたので使ってる途中でバッテリーが切れて困ることもなかったです。次に気になるところですが、ペンがたまに誤作動するところです。お絵かき中に画面の近くでペンを浮かせているとたまにペンを画面につけていないのに線が描かれることがあってペンを画面から離したりスリープしたりすると治るのですが、そこが少し気になりました。タブレットの性能はそんなに悪くないと思うのでこの価格で液タブと同じ充電不要ペンが使えるようになってくれれば安いお絵かきタブレットの定番になれそうな気がします。UG は低価格で初心者向けのペンタブが得意なメーカーさんなのでプロの人がメインで使うというよりはなるべく安くデジタルでお絵かきしてみたい初心者の人やパソコンと液タブを持っててどこでも気軽にアイデアラフとかを描けるサブのタブレットが欲しい人に良さそうなタブレットだと思います。あと画面がサラサラでタッチ操作しやすく Android のバージョンも新しくて普通のタブレットとしても使いやすいので勉強や仕事用のペン入力できる安いタブレットを探している人にも良さそうです。同じくらいの性能で安いタブレットは他にもあるけどペン入力できなかったりあまり効かないメーカーだと壊れた時のサポートが少し不安なので日本でたくさんペンタブを出していて何かあった時のサポートがちゃんと受けられるのもいいと思います。近頃はいろんなものが値上がりしてお絵かきを始めるハードルがどんどん高くなっているのでこれからもこういう安いお絵かきタブレットがたくさん出てくれると嬉しいです。画面が非光沢でペン入力に対応した安いタブレットを探している人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。